どうもシフです。ついにゼロの秘宝の番外編が配信され、モモアロの知られざる物語もポケモン公式から動画という形で発表されましたが、回収されていない伏線や謎について詳しく紹介していきたいと思います。未回収ではと多くコメントがあったエリアゼロの地上絵についても、このようにパルデア地方のマップ4つを重ね合わせてみると最悪ポケモンの出現場所である祠と一致するようになっていたりと、この地上絵の謎のように公式から明言がないだけでこう繋がっていたのではという伏線もありそうなので、コメントで予想や考えをどしどし書いてくださると嬉しいです。ちなみにモモアローの紹介映像の方でスマホロトムのカバーケースの不思議な贈り物も発表されていたので、見逃していたという方は忘れずに受け取っておいてください。それでは早速いきましょう。まず逆輸入的な伏線なのですが、 SV ともかなりつながりの多い一種地方のシッポシティの図書館にはスカーレットブックとバイオレットブックによく似た本がたくさんあります。ブラックホワイトの発売日は2010年ですが、商標登録ではポケットモンスタースカーレットが2009年に登録されていましたので、伏線を残したのかもしれません。またこの動画を見てくださった方はわかると思うのですが、追加 DLC でもありすぎなくらい一種とのつながりが多いので、 BW の時にすでに今後の作品に本がメインになるポケモン作品を作るということは決まっていたのかもしれません。ポケモン SV はスカーレット、バイオレットに加えてゼロの秘宝も本のタイトルがそのままストーリータイトルにもなっているので、シッポシティにつながりが残されているというのもかなり面白いです。また願望的な考察になってしまいますが、この動画で紹介するように多くの未回収伏線が残されているのは BW のように続編としてポケモン SV2 が発売となるのが理由だったりするのかなと考えるとワクワクが止まりません。もちろん期待しすぎはいけないですが、ポケモンデーの発表が今から楽しみです。次に校長室にあるアメシストについてです。一般的にはアメジストとも言われ、校長室に研究目的かと思われますが、目立つように置かれています。ポケモン SV 内に第10世代となる次回作の伏線がどっかに隠れているのは、これまでの傾向的にあり得る話だと思います。商標登録関係では商標バレを防ぐためにカブポケはいろいろな登録をしていますが、アメジストも宝石なので、宝石関係で言えばポケットモンスタートルマリンなども登録されています。トルマリンの和名は電気石となっているので、電気石の岩窟が出てきたのも伏線の一つなのでしょうか。次回作の伏線がどこかしらに隠れていると思い探していますので、これもそうではというポイントがあればコメントいただけると嬉しいです。次にゼロの秘宝に隠された4つの秘宝と回収されてない黄色の秘宝についてです。というのも DLC のタイトルゼロの秘宝には4つの星があり、黄色、緑、青、ピンクの4色で構成されているのですが、それぞれ緑の仮面のオーガポン、青の円盤のテラパゴス、番外編のモモアローが当てはまるのだとすれば、まだ黄色の星の秘宝が出ていないということになります。また黄色の秘宝を表すもう一つの伏線として、ブルーベリー学園の部屋は色分けされており、色に合うポケモンを上からテラパゴス、オーガポン、ミライドン、モモアロー、コライドンというように当てはめていくと、ここでも黄色に当てはまるポケモンがいないことになります。ゼロの秘宝のタイトルに4つの星があること、部屋にも色が付けられていることが無意味だとは覚えないため、黄色に該当するまだ明かされていない伝説のポケモンや第9世代の2体目の幻ポケモンが登場する伏線だったりするのでしょうか。番外編は英語ではエピローグと結末の意味も持たされているので、さらに追加ストーリーというのは厳しいかもですが、個人的には久しぶりのポケモン映画新作発表で9世代2体目の幻ポケモンが出ることを期待しています。次にネモの出身地についてです。今回の番外編で7歳の時にパルデア地方に引っ越してきたとさらっと明かされていました。ネモは出身や家柄などに謎が多い人物で、実家は大豪邸で家にはお手伝いさんが複数いて、さらに親はスマホロトムの会社の役員ということも明かされており、かなりのお嬢様であることも分かります。会話の中で両親の他に姉がいることも分かっていますが、両親の名前や姉の名前などは分かっていません。またリーグ部での太郎との会話の中でパーティーで一度会っていることも今回明かされ、一瞬ネモも一種地方出身なのかなとも思ったのですが、このパーティーで太郎の父親のヤーコンにバトルを挑んだことも話されており、ネモがポケモンバトルを始めたのはパルデア地方に来てからであることも分かっているので、可能性はゼロではないですが、ネモが一種地方出身というわけではなさそうです。一種地方出身なら太郎と一度しか会ったことないというのも不自然ですもんね。他には番外編でのパーティーの変化などもヒントになるかなと思ったのですが、全て北上で捕まえられるポケモンで、番外編クリア後には御三家もパーティーに採用されているのですが、御三家もテラリウムドームでの捕獲が可能なので、手持ちでネモの出身などを特定するのは難しそうです。ネモいと言われるほど一貫した性格のキャラで魅力的なので、冒頭にも言ったように SV2 か次回作で出身が明らかにならないか期待してしまいます。次にトモコがもともと違うポケモンだったという点についてです。緑の仮面のストーリーの中でトモコ3匹の説明にてそれぞれもともと違うポケモンだったという説明がありましたが、モモアロの図鑑説明の通り、毒の持ちによって欲望と能力を引き出された結果、
他のポケモンからイーネイヌ、マシマシュラ、キチキギスという姿へ変化したことが分かります。ただこの元々のポケモンがどのポケモンだったのかは明かされておらず、桃アローの物語によると、手紙の里ではなく海を渡る前のエリアで3匹をお供にしていたことに加えて、翡翠大刀も出てきたので、手紙が岩手モチーフであることも踏まえると、桃アローは翡翠地方からやってきたポケモンなのかもしれません。そうなると翡翠、神王に出現するポケモンが桃アローの力で能力を引き出されたのかもしれません。桃アローの知られざる物語を見ても、桃アローから無理やり食べさせたのか、友子たちが自らの意思でお餅を食べたのかは分かりませんが、桃アローにとってはお供がやられたということになるので、桃アロー戦で友子を出すと桃アローが起こることにも納得です。キビキビパニックの中でも桃アローの行動について目的がはっきりしていなかったので、結局桃アローは何がしたかったのかなと思っていたのですが、その点が公式から明かされたのはすっきりしましたね。ちなみにこの元々違うポケモンだったという記述に加えて、3匹とも毒素の鎖によって変化したことがはっきり明記されていたので、今思うと後々桃アローが登場するという伏線になっていましたが、他にも緑の仮面ではキビキビダンスっぽい動きをする NPC がいたり、餅屋だと餅を食べることを嫌がっている子供がいたりするのも伏線の一つとして貼られていたようにも思えます。次にテラス池の不思議なイベントについてです。こちらの動画でも紹介したのですが、アーの円盤クリア後にテラス池の中心に行くと、亡くなってしまったはずの各バージョンの博士に出会えるようになっていました。イベントの詳細についてはぜひ自分の目で見てほしい内容となっているのですが、博士と最後に分かれる際、スカーレットであればスカーレットブック、バイオレットであればバイオレットブックを受け取れるようになっています。このブックを受け取った際にペパーに会いに行くとブックを借りたんだなと言われるぐらいで、番外編でも特に繋がるようなストーリーはなかったのですが、別の世界線ではペパーと博士が仲良く暮らしていたりもするのでしょうか。エリアゼロの最新部のテラッサルの木や、そもそもテラパゴスやテラッサル現象についてもそこまで深掘りがないまま終わってしまっているので、もう少し公式からの説明も欲しいところです。次にトモッコ復活の謎についてです。緑の仮面ではストーリー中にスグリがトモッコ像にパンチした後、封印されていたはずのトモッコ3匹が急に復活するという流れだったのですが、番外編でも結局何が起因となって復活したのかはわからないままでした。そもそもトモッコがまるでダイマックスのように大きくなったのもかなり気になっていたのですが、この点も触れられることはなかったですね。またスグリのパンチをスローで見てみると、スグリの拳が紫のオーラのようなものをまとっていることがわかります。よくよく思い出してみると、この前くらいの桃沢商店前にいるところからスグリの様子がおかしく、このシーンには桃アローも映っていたので、スグリが別人格のようになってしまったのは桃アローのせいだと思っていたのですが、真相は闇の中ということなのでしょうか。知られざる物語でも復活の機会を伺っていたとあったので、スグリを利用してトモッコを復活させたのかもしれません。ゲーフリは結論は言わずに、受け取り方はプレイする人次第という風に表現することが多いと思っているので、合っているかを置いといて、あれこれ予想するのが正しい楽しみ方の一つなのかもしれませんね。次に第10世代のモチーフとなりそうな地域についてです。結論から言うと次の世代はブラジルがモデルになるのではないかと言われています。というのもポケモンは第1世代の関東地方から今まで現実の国や地域がモデルとなっており、さらに最近の作品では次回作を匂わせる伏線が張られていたりもします。例を挙げるとケンタテのキルクスタウンのホテルにオレンジとブドウがデザインされた壁紙があり、そのままポケモン SV の苦戦になっていたり、ダイパリメイクでも双葉タウンの花壇がスカーレット、バイオレット色になっており、これは原作のダイパにはなかったものなので、今考えるとこれも SV の苦戦になっていたりなどがあります。その傾向からだとポケモン SV にも次の世代のヒントが隠されていてもおかしくないのですが、次の舞台はブラジルではと言われている根拠が SV から登場したイキリンコがブラジルの国旗の色と姿違いの4色が一致しており、他にはウェーニバルがダンス好きでカーニバル由来の名前であり、ブラジルのサンバ要素を感じられたり、この前のドラパルタ配信のあったラテンアメリカ国際選手権などポケモン人気が盛んな地域となっていることが挙げられます。横浜の WCS のポケカシニア王者はブラジルの選手だったりしますが、ブラジルはまだ舞台になったことがなく、初代のポケモンの中でミュウは南アメリカのギアナのジャングルの奥地で発見されたとあるので、ブラジルが舞台になりミュウに関するイベントなどが発生することを期待したいです。次に青木が派遣されることになったリーグについてです。リーグ部の青木と澤高の会話では、とある地方のとあるリーグにトレーナーを派遣することが決まり、青木が推薦されたと話していますが、他の地方のジムリーダーが登場する施設というとビッシュ地方の PWT のような施設なのでしょうか。 PWT は BW2 にあった一種までの全てのジムリーダーやチャンピオンが登場するようになっていたバトル施設ですが、これは BW のリメイクにあたる作品が出た時に青木が登場するようになる伏線ではないかと期待しています。次にパルデア地方の右上のエリアについてです。パルデア地方のマップ右上には意味深に黒く塗られた部分があり、追加 DLC や番外編などでここからカロス地方に行けるようになったり、別の地方とつながっている伏線なのではとたびたび話題になっていたのですが、
ついに番外編でも触れられないままでした。テラッサルの結晶はガロス地方の百国シティにある時計台ともかなり似ており、轟く月とメガボーマンダのようにメガ進化とパラドックスポケモンの姿が酷似していることなども踏まえると、メガ進化とテラッサルは思っている以上にかなり深い関係があったりもそうなのですが、その点についても深掘りはないので DLC のさらなる追加かポケモン SB の続編にやはり期待してしまいます。最後にペパーのマフィティフを襲ったポケモンについてです。ストーリー中でマフィティフが衰弱しているのはエリアゾルで見たことない生き物に襲われた時に大怪我したことが原因だったと判明しますが、ストーリーの中で襲ったのがどのポケモンだったのかは最後まで明言されないままでした。ペパーはそのポケモンの特徴についても触れているため姿を覚えていないということはなさそうなのですが、ストーリー中に出てきたパラドックスポケモンに対しても思い出すような素振りはなかったため、現状のパラドックスポケモン以外のポケモンではないかという予想もあります。スカーレットブック、ワイルドブックに書かれている3件合体ポケモンや3頭合体ポケモンはすでに登場しており、その3匹のどれかがマフィティフを襲ったポケモンなのかもしれませんが、ブックに書かれた合体したそのままの姿のパラドックスポケモンが新しく幻のポケモンとして登場したりして、マフィティフを襲ったポケモンが明らかになったりするのも面白そうです。ということで今回はポケモン SV の未回収の伏線についてまとめて紹介していきました。これらの伏線が一気に回収されるにはポケモン SV の続編かさらなる DLC が必要そうです。正直厳しいかもしれないですが、期待しすぎずにポケモンデーでの発表を待っていたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。